はい、1時になりましたのでね、YouTube ライブの方も始めさせていただきます。ですね、先にですね、まずは、この施設について説明をしたいと思うんですけど、事前にですね、この現地の方にはですね、ドリンク1杯サービスということですので、ドリンクのチケットをお渡しして、その間に、現地の方、オンラインの方には説明させていただきたいと思います。少々お待ちくださいね。時間効率の折なんで、はい、では、ですね、ドリンク取っていただいても結構ですし、僕のですね簡単な説明をして聞いていただいても結構です。まずはですね、このエンジニアカフェという施設について簡単に説明させていただければと思います。こちらですね、2010年代後半ですかねの方で、2019年8月書いてましたね、エンジニアフレンドシティ福岡という福岡市のですね女性事業というかエンジニアに対するサポート事業の一環として無料でエンジニアの方に開放させていただいているコワーキングイベントスペースになります。でどんなことができるのかっていうとですね、エンジニアカフェで体験できることとしては、まず、こういうふうな、まず左の上の1番ですね、違いますね、左の上の2番、右上の2番ですね、こちらの方でですね、イベントのようなエンジニアに関連するイベントとかは、基本的にですね、無料で開催することができます。はい、もちろんそのためにはコミュニティマネージャーというちゃんとこのイベントがこのエンジニアカフェの趣旨に沿っているかとかそういった相談も必要なんですけれども、それでもかなり無料で気軽に開けるというのは非常に魅力的だと思います。でそのコミュニティマネージャーについてですね、ちょっと順番が前後しますけれども、4番こちらの方右下ですね、こちらの方でエンジニアカフェではご相談、もちろんイベントの開催相談でもそうですし、例えば技術的な相談とか就職をしよう、転職をしよう、エンジニアとつながりたい、いろんな相談を受けることができます。基本的に、僕をはじめてコミュニティマネージャーっていうものがですね、常に2名ぐらいは在籍している形になっておりますので、もしご相談がある方はエンジニアカフェのホームページの方からご登録いただければと思います。でさらにですね、ちょっと、左上に行きましょうか。エンジニアカフェで体験できるとしては、こういうイベントスペースでイベントをやっている時以外は、今回も今一部開放させていただいているんですけれども、コワーキングスペースとしてもご利用いただけます。拡張画面付きのですねコワーキングスペースとかなかなか珍しいものだと思うので、ぜひ活用していただければと思います。でさらに左下に行きますけれども、こちらですね、3D プリンターやレーザーカッターなど IoT とかのプロダクトを工作する器具も充実しております。材料費だけで使うことができますので、1回初回講習を受けられる必要はありますけれども、ぜひ今後とも自分の作りたいものを形にするというところでご利用いただければと思います。以上が簡単な説明になります。はい、でそういうわけで今日のですねイベント名として、深セン現地担保中国 IT 最前線の現場レポートと M5 スタック放射訪問機と、はい、そういうふうにですねちょっと長めのタイトルでイベントをさせていただければと思います。本日ですね YouTube ライブ登録が37名でしたっけ。はい、それぐらいいらっしゃって現地はちょっとささやかな形になってるんですけれども、なかなかいっぱいいらっしゃるということでですね、今回3人の僕をはじめて3人の方のスピークと、あとトークセッションで、今中国の深センってどうなってんだよみたいなことまで話せればと思います。今日参加の方ですか。イベント参加。じゃあようこそようこそ、よいしょ。思ったよりもいっぱいになったな思ったよりいっぱいになったな。これ貸し切りにした方が良かったから、まあいっかはい。で、簡単にですね経緯を説明させていただきます。この後ですね僕今日の MC としてテリスケというエンジニアカフェのコミュニティマネージャーさせていただいております。こういうふうなそうですね、一言で言うと、コロナで無職になったトランペット奏者があれですね、営業をやってるうちに AI に目覚めてエンジニアとして起業したみたいな感じであります。でなぜ深センへって話なんですけれどもね、これGoogle ジェミニに作ってもらったんですけれども、とあるね万場というイベントがございまして、そちらのイベントでですね今回参加していただいている沖田さんという方ですね、はい、沖田さんという方が香港とか深センについてすごく熱く語ってくれたと。で僕としては前からずっと深センに行きたかったから、深セン行きましょうかみたいな感じでちょっと話してたら、キヨクレスさんっていう方も一緒にその場にいた方で3人で行こうかって話してたんですね。
でそして日程どうしようとか決めてたら、その間になんというかですね、こう見えますかね、こういうふうにこんな日程がいいんじゃないかって話してたら、キオクレスさんがいつの間にかもう取りましたといいんじゃないかの段階で取られちゃってでそれでもう日程決めてよく見たらいいんじゃないかって話で終わってたのかっていうのが5分後くらい来てもうでも取っちゃったよねみたいな、やっちゃいましたねみたいな感じだったけど、まあでも楽しいからいいかって思ってたんですね。でそれで思ってて行ったんですけれども、実はですね、帰国翌日に日本これまでで最大級のドローンイベントがあるってことで、もうちょっと計画すればよかったなと思いながらも、とは言ってもこんな感じですね、いろんなイベントに参加できたので、今回はですね、今の深センの状況がどんな状況なのかとか、実際深センってどういう歴史で来ているのかとか、はたまた今後深センってどんな感じになんというかテック伸びていくのみたいな話を、もちろん IoT とかそういったものをもちろんクラウドとかね、いろんなものもテックを中心に話させていただければと思います。で、お品書きとしましては、まず1はですね、沖田さんの中国深センの発展史という形で LT させていただきます。他1個っていうのはちょっと時間次第ではどうなるかなって感じですね。で2つ目がですね、深セン現地行ってからのようやく電子工作の世界に踏み出した話、今回はちょっと組み込み系のものについてキオクレスさんにお話ししていただきます。で3つ目ではですね、 M5 スタック本社行ってみたという火の玉ストレートなタイトルのLT を僕させていただければと思います。で最後にですね、トークセッションとして中国 IT の未来はどう形作られるのかと、もちろん今回現場の参加されている方でも、YouTube ライブからでもコメントは適宜拾いながら、どういうふうに今後中国 IT ってなっていくのかなみたいな話をさせていただければと思います。はい、そういうわけで、まずはこちらの方で沖田さんの方にタッチしたいと思います。大体10分プラス2枚です。じゃあ15分。立って喋った方がいいですか？立って座った方がいいですか？一旦画面しかしない。じゃあ座りましょうか。はい、では、ご来場の皆様、YouTube ライブ配信の皆様、こんにちは、沖田事務所の沖田です。よろしくお願いいたします。ガチガチに硬い話を今からします。お楽しみに。はい、ということでですね、文字ばっかりのスライドを作ってきたんですけども、ちょっとたまには写真入れなきゃなと思ってですね、はい、無理やり入れてまいりました。座ってお話しさせていただきたいと思います。スライド枚数がめちゃめちゃあるので、かいつまんでお話ししたいと思います。まず1980年代に経済特区の誕生ということでですね、鄧小平のですね施策として深セン市がですね選ばれました経済特区ですね。当時はですね人口が33万人で、小さい小都市だったので、失敗してもなんとかなるだろうということで最初のですね実験都市として選ばれました。はい、それでですね1985年に ZT設立されまして、ZT というのはスマートフォンのメーカーなんですけども、日本でいうと、お子様向けの、スマートフォンだったりとか楽々フォンは ZT がですね作っています。一時期モバイルルーターもですね、ZT 製のルーターがですね、ソフトバンクなどいろいろなところからですね出ておりました。YouTube ライブとか今日会場に来ていらっしゃる方は多分ね目でザーッと追えると思うので、はい、なんとなく読んでいってください。かいつまんでですね美味しいとこだけ話していこうと思います。はい、ハーウェイの創業は1987年です。ちなみに今回はシンセに関するものだけを取り上げているので、シャオミとかですね他のメーカー一部ですね割愛させてもらっております。はい、1987年からですねだんだん通信の方がですね需要が高まってまいりましたので、中国国内でも通信のことをやろうじゃないかということでシャオミが立ち上がります。それから1988年にフォックスコンがですね深セン市のバオ湾の方に最初の工場を設立いたします。深センが香港の隣なので、材料の輸入であったりとか、完成した商品の輸出などもですね、やりやすいということでこちらに工場ができます。実際に1997年とか98年の、Mac 古いパワー Mac とかバラすとですねケーブルにフォックスコンって書いてあったりします。もう当時この頃からですねフォックスコンが、コンピューターの OEM のですね会社として、活躍を始めます。はい、で、今回ですねこれからいろいろ取り上げるファーチャンベイ、花強い北と書いてですねファーチャンベイ
というふうにですね読むんですけども、その頃からもうすでに電子部品の露店市場として形成が始まります。秋葉原と似ているような感じですね。フォックスコンの、納品する工場などで余ったパーツとかを、ここで売ろうじゃないかということで、それですね露店市場が始まって、これからですね世界最大の電子街となっていきます。はい、90年代のお話ですね。これフォックスコンがここに工場を建てますっていう時の最初のですね、お祈りの何でしたっけね、それをやってるところですね。はい、南山区、南山と書いて南山区のところにですね、深セン高科技工業圏というのが設立されます。もともとここもですね、もう何にもなかった、農村地帯だったり漁港だったりしたところなんですけども、ここにですね、いろいろ、埋め立てたりとか山を崩したりして、研究開発のですね拠点を作ろうということに、なりました。それから90年代の前半に、今までですね露店ばっかり集まってたファーチャンベイの方にですね、セグエレクトロニクスマーケット、僕らサイカって呼んでるんですけども、サイカ電子市場がオープンいたします。それで、最初にあった写真のですね巨大ビルがですね1990年代の前半に出来上がります。そして、中国のエンジニアとかですね、商人たちがですねここにパーツを買いに来るという一大拠点となりました。硬いですか？もっとなんか面白いこと言った方がいいですか？この辺ですね、僕深セン行ってないので面白いことないです。2010年ぐらいから深セン行ってるので、その頃からちょっと小ネタを挟んでいこうかなと思います。はい、BYD がですね1995年に創業いたしました。この頃から多分ですねノートパソコンを皆さん使い始めたりとかしてるんじゃないかと思います。僕もパワーブック190とかをですねこの頃から使い始めました。ノートパソコンの需要が出てきたりしたので、リチウムイオン電池のですね、需要が出てまいりました。経済特区になった時の深センは人口が33万人だったんですけども、350万人になりました。どんどんですね労働力が深センの方に流れ込んできます。はい、テンセントがですね1998年に創業します。昔 AIM とかメッセンジャーサービスがあったと思うんですけども、それのですね中国版 QQ というのがですね1999年に、リリースしまして、それがですね、パソコンを使ってメッセージをやり取りするということで、これがですね爆発的に普及します。実際にまだ僕が初めて深センに行った、2010年とか2011年の頃は QQ で業者さんとやり取りするということもありました。それから同じ年にレッドフラッグリナックスが登場いたします。専門じゃないのでもうさらっと読むだけでいこうと思います。詳しい方はそうなんだというふうにですね思ってください。中国語環境に適したオープンソースのですね OS が必要だったので、それでですねオープンソースシステムのですね制作につながりました。90年代後半ですね、ファーチャンベイがですねなんと模倣形態の中心地に、模倣というとかっこいいですけどパクリです。日本とかのねシャープとかいろいろドコモとかいっぱい出てたその折りたたみ携帯に似たやつが出たりとか、独自の、安い携帯とかですね出てきまして、シャンジャイ文化っていうのがですね進んでいきます。オリジナルではなくてもうパクったようなやつとかアレンジしたなんて言えばいいんですかね、なんかいい風に言ってますけども、そういうので逆にそういった安い携帯が中国の地方であったりとか発展途上国に、低価格のものが進むことで、携帯電話のですね、文化というかですね利用がですね普及が広がっていきます。2000年代入ってまいりました。これがセグプラザのですねビルですね、今建ててますね。ここの10階までが、市場、お店が入っていて、あと上はですね商業施設、テナントが入ってたりとか事務所が入ってたりとか倉庫があったりとか、そういう感じですね。これがファーチャンベイのランドマーク的なビルです。2003年にですねハーウェイが、モバイル端末事業に参入しました。結局はですね外国製の端末が、それまで市場を独占してましたので、例えばアメリカのメーカーだったりとか日本のメーカーだったりが中国に入ってきたので、やっぱり国産のメーカーやっぱり出た方がいいんじゃないかということですね。国産の携帯がですねこれから出始めます。それからこの頃 BYD がですね自動車事業に参入いたします。もう大気汚染が課題って書いてありますけども、もう2010年頃も結構 PM2.5 がですねひどくてですね、中国から帰ってくると僕いつもですね喉が痛くなったりしておりました。2004年にやっと地下鉄が開業します。人口は800万人を突破いたします。
それからファーチャンベイにですね、さっきの、セグプラザ以外にもですね、携帯や PC 関連のビルがですね、どんどん増えていきます。それで、その影響として世界中のエンジニアが訪れてですね、もう深センに行ったら部品何でも揃うじゃないかというぐらいですね、そういった存在になっていきます。はい、2006年 DJI がですね創業が始まります。それで携帯とかのカメラ部品を作っている、工場とかがやっぱり深センにたくさんあるので、そういったものを使って新しいものを作ろうじゃないかということで DJI がですね、小型カメラとかですね、またこの後にドローンとかですね作ったりします。時間がないのでもうじゃんじゃん飛ばしましょう。BYD 飛ばします。はい。テンセントのビル、もうこの辺はいいですね。はい、EV バスの試験導入が始まります。はい、それからですね、オルディーノのですね互換ボードやですね、オープンソースソフトウェアのですねハードのコピー品がですね流通したりします。ファーチャンベイがそんなですねところになっていきます。でその影響で、今日のですねテーマに多分なっていくと思うんですけども、深センがですねメーカーにとって安くですね早く試作品の拠点にもうパーツが何でも手に入るので試作品がすぐ手に入る、その試作品に、使用するパーツが何でも売っているということで注目を浴びることになります。はい、2010年代になりますと、僕はですね実際に深センに行きましたので、これは僕が撮った写真です。2010年に撮影した写真です。はい、この辺もいいかな。ハクスアクセラレーターがですね設立します。僕はすみません詳しくないので、そうなんだと思ってください。よろしくお願いします。はい、WeChat が2011年から始まります。これはですね割と中国にとっては大きな出来事です。最初はチャットアプリだったんですけども、このチャットの中にですね、決済だったりとか行政サービスというのがですね入ってきて、もうほとんどの人がもうインストールしているという社会インフラアプリとなっていきます。はい、2013年ですね WeChat Pay、 ついに QR コード決済がですね中国で始まります。はい、もうこの頃から、もう本当にお店のやり取り、個人間送金、あともう、なんて言えばいいですかね、あんまり言い方良くないですけど、物乞いをしている人がですね QR コードをぶら下げてて、はい、現金を入れずに QR コードでお金を、送金できると。物乞いの人なのにスマホ持ってんのっていうですねよくわからない状態がですね、はいはい、物乞いの人も IT 化が進むというですね、はい、語弊があったら申し訳ございません。はい、そんな感じですね。はい、DJI はファントムがですね発売されたりとかして世界中ヒットになります。それからファーチャンベイ、この頃はですね、偽物の iPhone みたいなのがですねすごい流行りました。なんかホーム画面は iPhone なんだけど設定見ると Android って書いてあるっていうですね、そういうなんちゃった iPhone みたいなのがですねすごい並んでました。もう今はないんですけども、みんなね心の中では iPhone を欲しいと思ってるんですけども、それはやっぱり高くて買えないので、5分の1ぐらいの価格のAndroid の携帯を使うっていうのがですねすごく流行りました。それがこの頃です。はい、メーカーフェア深センがですね、2015年から始まりました。今年も11月に開催されます。それから2016年に深センの GDP がですね香港を追い越しました。はい、この辺はですねちょっとバスに関するものなんですけど、電動 EV バスがですね、完全電動化だったりとか、無人バスのですね試験運転が2017年から始まります。はい、それから2017年以降ですね、さっきみたいに偽物の iPhone ダメだろということでですね、ついに行政が取り締まりに、強化が始まりまして、それでですねもうそういった偽物の iPhone、Android で動く偽物の iPhone とかはもうなくなって、もう正規品がもう並ぶようになっていきます。それまでiPhone ケースもですねこのブランド作っちゃダメだろみたいなのがいっぱいあったんですけども、そういうのがですねもうほとんど淘汰されていくことになります。それで国際的な信用がですね高まっていくことになります。はい、ハーウェイがですね折りたたみスマホを2019年に発売しております。それから中国政府がですね GITI を国家支援いたしまして、海外だとGitHub がですね有名ですけど、中国版の GitHub ということで GITI をですねもう国が応援しようということで本格化が始まりました。はい、2020年代ねちょっとねコロナ禍にはなっちゃいますけども、BYD がですね、E プラットフォーム 3.0 を発表いたします。これですね EV の車どんどん航続距離が伸びていくことになります。それからですねやっぱり行政サイドもですね深センオープンソース、進行していこうということでですね、どんどんですね広がっていきます。またコロナ禍でファーチャンベイに人が来なくなったので越境 EC やろうじゃないかということで、ここで中国の業者がですね、ここにアリババタオバ経由って書いてありますけども、実際アマゾンとかにもですね日本のアマゾンにも参入していきます。はい、今度はですね2021年にはついにですね無人のタクシーのですね実験が始まります。は
はい、2022年は DJI がですね農業用ドローンですね発表いたします。はい、ファーチャンベイですね、さっきお話ししましたようにコロナ禍でですね人が減ってきたんですけども、ライブ配信とかショート動画ですね、ここ電脳街すごいですよということで発信がですね盛んになっていきます。はい、人口がついに1772万人になりました。で、深セン市もオープンソース産業振興計画を策定いたします。はい、この辺りからですねもうファーチャンベイがですね部品販売からも IoT モジュールであったりドローンの周辺機器、実際にドローンのパーツを売ってるお店があったりとかですね EV の部品を、売るようなお店が出てきています。今まではその工場で余った部品を売っているだけだったんですけども、グローバル R&D の調達拠点として進化していきます。はい、2024年にはですねハーウェイがですねもう 5.5G のですね技術をもやろうということでどんどん進んでいきます。実際に中国ではもうAI による交通整理、交通信号をコントロールするというのがもうかなり前から進んでまして、例えば救急車みたいな緊急自動車が来たら、そちらの方向に向かう信号が全部青になるとか、そういった政策をですねかなり前からやっております。そういったためにもやっぱり早い通信技術を導入して、もっとですねインフラを充実させようというふうになっております。はい、ということでですねまとめでございます。時間的にこんなもんでいいですかね。はい、はい、最速ですね。はい、どっかに資料アップしますんで、興味ある方はダウンロードしてみてください。はい、もうざーっとこんな感じですね。はい、最初30万として経済特区だったんですけども、ポイントは香港の隣にあるということです。はい、これでフォックスコンは台湾の企業なんですけども、深センにですね工場を出しました。はい、だんだんですね、発展していきます。ファーチャンベイにですね彩華の電子市場がですね開業しまして、部品がですね入手できるようになりました。はい、模倣遺品市場ですね、なんとなくそうなんだなと思ってください。はい、2000年代はですね、だんだんですね携帯電話であったりとか、ドローンであったりとか車であったりとかですね、そういったものが進化していきます。で、2010年代になりますと、この下の方ですね、今度はキャッシュレスが進んでいきます。 QR コード決済が進んでいきます。またファーチャンベイもですね、スマホのですね市場として成長していきます。はい、それで最後の2020年代としてはですね、BYD、車のメーカーですね、それがですねもうトップ企業として成長したりとか、通信がもう 5G の次の段階 5.5G にですね、推進したり行っております。はい、これ最後にですね、IT 系の主な展示会情報です。この時期を狙って深センに行くとファーチャンベイも見れるし展示会も見れるしということでおすすめです。香港エレクトロニクスフェアは春と秋と2回行われます。グローバルソーシーズも春と秋と2回行われます。ちょっと台湾のコンピュテックス入れたんですけども、僕よく台北でコンピュテックス見てから深センに行くっていうのをよくやってたので、二股かけて行ってください。その他ですね11月また、今年もメーカーフェア深セン開催されますので、ぜひですね機会があれば、訪問してください。はい、ということで早足でしたけども、中国深センの発展史以上になります。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。沖田さんにはですね、今ちょっと質問の方はまだないですかね。早すぎて質問できないと。そうですね。はい、何を質問していいのかみたいな。ですね。はい、沖田さんにはちょっとこの後ですね、アクセスについてをまた改めてお話時間あればいただけると思うので。そうですね。中国についての質問はですね、多分ディープシークが一番正確に答えてくれると思いますので、ぜひアカウント登録をよろしくお願いいたします。はい、そういうわけでありがとうございました。はい、ありがとうございました。では2人目のキヨクレスさんの方に LT の方お願いいたしたいと思います。はい、それでは、キヨクレスさんの方よろしくお願いいたします。マイク一番上まで上げないと音出ないんでお気をつけください。はい、それでは、深セン現地行ってからようやく電子工作の世界に踏み出した話で、発表を始めたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、キヨクレスと申します。普段はフリーランスのバックエンドエンジニアとして活動しています。ソフトウェアの手入れや技術、特にコンパイラや
プログラミング言語周りがすごい好きです。深センといえば僕の中では電子工作のパーツとかいろいろ思うところはあるんですけど、僕はちゃんと電子工作をやったことがないまま向かいました。というのにもこれには深いいきさつがありまして、ちょうど3ヶ月前にフリーランスのエンジニアとして活動をし始めました。ペースをつかんで慣れてきたあたりで、なんと7月末に契約先の会社が資金難で買収となり契約終了。何の準備もできずに8月は完全に暇になってしまいました。もうこんなの絶望ですよ。もうフリーランス始めて 1,2 ヶ月で業務委託先が買収されて暇になる人います？多分そう多くはないと思うんですよね。でそしたら先ほど発表されてた沖田さんが香港経由して深セン行くのが安い、往復3万円、宿も安い、1泊4000円っていう風に別の LT 会で発表されていて、とりあえず行きますって僕と照重さんの2人が釣られたわけですね。で何しに行くかもう何も決めてないんですけど、現地で考えればええかと言って、もうお二人調べるのもなんか大体ルートとかも任せたりとか、その割に勝手に航空券取ったりとかしたんですけど、そういう風にやってました。でもう深センで体験してるんですけど、もうこれよく言われてるんですけど、深センは大体のお店で、Mac でよく見る店内モバイルオーダーのその QR コードがアリペイや WeChat を使ってできるんですよ。もうこれめっちゃ便利でした。ここからちょっともうちょい深センの体験の話とかするんですけど、ちょっと Vlog とかがあるのでちょっと目の朝に来ています。配信の方入ってるか分かんないです。昨日は結構疲れて夜充電なかったので撮らなかったんですけど、こういう風に街中を街中というか歩道を電動バイクが走ってることがよくあって、全然音ないんですよね。もう引かれそう。めっちゃ怖いっすね。見ました？いや、引かれそうだなとかって言って歩いてたら、後ろから電動バイク無音で走ってクラクション鳴らされたんですよ。いや、もうめっちゃ怖かったんですよ。で福岡帰ってからもう数日は歩道歩いてる間はこうやって後ろちょっと振り返ってもう見てました。でもう一個ありまして、こうやってドローンとか買った後にちょっと見てたんですけど、歩道めっちゃ奥の方歩道で電動バイクが走るので、めっちゃこうやってバイクが歩道のとこの横断歩道を走るんですよね。もうこれ日本じゃ考えられないですよね。もうすごいっす。この量、もうこんな感じに結構すごくて、なんというかこれを体験していると、なんというかロックマンエグゼシリーズの世界じゃんみたいな感覚になってきたんですよ。もう全てがなんかデジタルで完結する世界で、ちょっと治安がいいのか悪いのか分かんない感じも含めて、すごいロックマンエグゼだなと思って、じゃあそろそろそこで思ったのが、電子工作の最初として、じゃあエミュレータ作ったろっていうよく分かんない飛躍があったんですけど、そしてそれで2日目の半分ぐらいからクロードと壁打ちして、なんか電子部品必要なものをリストアップしたりとか、やる流れとなりました。で、ここで、今回、エミュレーターの実機作成のために深センの中でも主に、僕がいたのがセグプラザという電子部品の巨大マーケットです。で地上72階、高さ292階の超高層ビルで、そのうち1階から10階までが再現電子市場として使われています。でこの電子市場の部分だけで、面積5万平方メートル超え、3000店舗以上が入っていて、もう1日5万人以上訪れるっていう規模大きい感じで、ちょうどこんな感じの、実際の中身はちょっと写真撮り忘れちゃって画像ちょっとノートのミディアムの方からちょっと引用しちゃったんですけど、こんな感じです。もう小さいお店が何個もあって、それぞれ売ってるものが違うんですよね。例えば抵抗や IC を売ってるお店、ポリマー電池とか、バッテリー専門のお店、ハンディファン専門のお店、なんかネットワークスイッチ専門のお店みたいな感じでいろいろありますね。でさっきのお店見て分かるように、一個一個のお店めっちゃ狭いんですよね。1メートルカウンターって呼ばれるくらいそれぞれ本当に狭いお店で、この現地のピンでイーミーグイって言うんですけど、これは華僑北の代名詞で、1メートルカウンターから億万長者が生まれるという有名な表現で、これが華僑北の成功神話を表していまして、その間口1メートルのちっちゃい売り場スペースでも大きなビジネスができるよねっていう象徴的な
なんですかね、言い回しというかフレーズです。で、エミュレーター作って決めたんですけど回路図とか何も決めてないんですよね。で LLM に尋ねてはいるんですけど、ジャストの個数じゃ足りないし、実際の回路図に起こしてるわけでもないので、そこまで信用できなかったんですよね。だから何の部品が何個だけいるんっていうと、僕ちょっとぶらつきながら思ってたんですよ。でそこで今回悩みを解決するソリューションとして誕生したのが、抵抗爆買い日本人爆誕しました。どの大きさの抵抗がどれだけいるのかもう全く分からんですよね。しかしお店の人たちはプロ、もうそしたらもう聞いちゃおうと、初心者です、学習用に買います、よく使う抵抗100本ずつくださいって言ったんですよ。もう1メートルカウンターにこんなん絶対ないじゃないですか、100個もそれぞれが。でそしたら店員のおばちゃんが、1時間後に来てねみたいな感じで言ってるんですよ。で WeChat 交換して1時間後に来ました。そしたら抵抗1200本に加えてコンデンサー、おばちゃんが気を利かせてコンデンサー100個追加してくれました。あんたにはきっとこれがいるよって翻訳で教えてくれるおばちゃん、気遣いが、染みましたね。なんかコンデンサ代は普通になんか領収書見たら請求されてたんですけど大体これが4000円くらいのなんですよね。でこれ4000円どんぐらい安いのみたいな話をちょっとすると、日本で抵抗1本買おうとする、秋月とかで買おうとすると多分1本10円とか20円とかするんですよね。なんでこれで結構、小さい抵抗とか買ったりするのに便利です。お得ですね。もっと買っていくべきだったかなともちょっと考えてはいるんですけど、います。本当はちょっとこれ、ね、現地だと値切り文化とかがあって交渉とかできるんですけど、抵抗を選んでもらったり、コンデンサ勝手につけてもらったりとかいろいろしてもらったんで、ちょっと値切るそこまではいけねえなと思って今回は値切りを断念しましたが、次回以降はちょっとトライしていきたいと思っております。でここで疑問が生じました。抵抗1000個とか1時間でどうやって用意してんだお前らと気になりますよね。で僕が思い至った結論です。現地の人に聞いてないし、多分ちゃんと調べたら違う結果が出ると思います。しかし僕は、こう感じたんですよね。最初の方に話したものすごいバイクたち、歩道でクラクションを鳴らす、横断歩道を埋める、歩道橋を走る、それだけに飽き足らず地下道も走るバイクたち、多分この人たちのおかげです。多分いやもう知らんけど多分そうだったらいいな、これ願望ですね。で他にも、戦利品としてタクタイルスイッチや TFT ディスプレイ、ポリマー電池、スピーカーを買ったり、よくわからんアルディーノクローンや ESP32 のチップ、STM32 のマイコンだったり、エミュレーター作りに全然関係ないセンサー、湿度、温度、光心拍数、加速度、とかいろいろ、あと USB のQR のバーコードリーダーとか、よくわからん IC やマイコンのチップめっちゃあったので、買いました。そろそろセグプラザにもう慣れてきたぞっていう感じで、電子部品が安く買えたんで調子に乗ってオシロスコープも買っちゃおうかなと思ったんですけど、ちょっとさすがに、これですね、僕さすがに今回は見送りました。というのも、本体代は安いかなぐらいの感覚なんですけど、手荷物に持ち込み代とケース代、プラス円安の影響を考えると日本で買うのとトントンかむしろ高くつきそうだなっていう感じだったんですよね。なんで結局日本に帰って知り合いに相談しながらなんかメルカリ見てたんですよ。そしたら、オシロ買うなら4チャンネル対応してるものがいいよって言われて、現地で 4チャンネル対応してるものもなかったっていうのもあって、じゃあメルカリで見てたらこれ3万とかで売ってたんで、その4チャンネルのオシロが、じゃあそしたらもう絶対これの方がいいじゃんって買いました。で、何が言いたいかっていうと、小さい部品、抵抗とかコンデンサーとかは、現地で買うの絶対お得でおすすめなんですけど、ある程度大きいものとか日本で買えそうなものだったら、メルカリとかアリエクとかで買った方が安いかもしれないねみたいな話です。で、3泊4日終わって無事帰国しました。ちょっとこの写真、右の写真面白くて、なんか言語表記切り替わる瞬間じゃんっていうのをついさっき気づいて、不思議だなと思っておりました。で当然の疑問ですが、お前帰ってから電子工作やってんのっていうところでして、帰国してから、ちょっと9月からは幸いなことにお仕事をいただけて案件に参画しているため、稼働終了後の平日とか休日とかにちょっとちょいちょい実はやってます。でまず、マイコンで L 地下とかはできたんですけど、ディスプレイ周り光らせたくても全然やり方分かんなくて、エミュレーターを実機でやるんだったらまずディスプレイ光らないとお話にならないなと思っていて、でディスプレイに調査してたんですよ。で、よく分かんないんですけど、これ買ったやつ全然型番書いてなくて、これどうやってつなぐんだみたいな、どのデータシートとか全然ないんですよね。だからこれどうするんだって感じだったんですけど、型番調べてたら LCD ウィキっていう僕少なくとも知らなかったサイトを発見して、インチ数は分かってたので、インチ数がこうやって 3.5 って書いてあるんですけど、インチ数は分かってたのでディスプレイの寸法からこうやって検索したら
3.5 インチのディスプレイが大体20個ぐらいこのサイトに載ってたんですよ。でそれを見つけてたらこれだって分かって型番が分かったんですよ。そのサイトめっちゃ優しくて、型番だけじゃなくて、そのデータシードとか中に入ってる IC のドキュメントとかも一緒にリンクされてて、マジで嬉しかったです。でそれだったらバックライト光ったりしたので、多分光るやろっつって、これがこの間の先週の進捗あってですね、これ頑張やったりしました。でCPU エミュレーターとかは、実際ちょっと実装したことあるんですけど、俗に言う PPU や APU はちゃんと実装したことがなかったので、まずソフトウェアでエミュレーターを実装して、その後PPU や APU の気持ちが分かってから電子工作として落とし込めたらいいなと思っております。で最後になんですけど、僕ちょっとこうなったらいいなと思ったことがあって、文房具屋さんでペンとかなんかそういうちょっとした文房具買うじゃないですか。ちょっとないなって言って、ボールペンインクないなとか、そういうノリで抵抗とかコンデンサを変える世界が日本にも来たら嬉しいなと思っていて、そこら辺を福岡をうまく盛り上げられたらいいなと思っております。で僕はソフトウェアや覚えたての電子工作でこれからいろいろそういうノリ作れないかなって頑張っていきたいなと思っております。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうですね、確かにファーチャンウェイですごい爆買いして僕と一緒にWeChatPay の限度額を超えてしまって使えなかったという苦い思い出が今思い出しました。ありがとうございました。YouTube の方は何か質問とかありますかね。特になさそうだな。わかりました。ありがとうございます。じゃあ僕の方に LT させていただければと思います。はい、では、3人目のテリスケです。よろしくお願いします。僕はですね、M5 スタック本社行ってみた中国×オープンコミュニティというタイトルでさせていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ですね、自己紹介は先ほどしたのでもう省略させていただきます。もともとですね、皆さんご存知ないかもしれないですけど、エンジニアカフェ、私が所属しているこのエンジニアカフェと M5 スタックって意外と深い関係がございまして、去年なんかですね、特に左上にあるんですけれども、去年の5月に、M5 ミートアップ福岡といって社長自身が来福してミートアップでイベントをしているような形になってるんですね。で実際作っているものも真ん中のところを見ていただいたら分かるんですけど、こういうふうにスタッフ自身も作ったりとかしておりまして、いろんなプロダクトで僕自身もいろいろ発表とかしてるんですけれども、今回ですね実はですねこんなのがありまして、はい、M5 スタックグローバルイノベーションコンテスト2015、要はハッカソンですね。これがですね8月22日締め切りで、なんと参加してるだけでシャツがもらえると。乗るしかねえこのビッグウェーブということで、私基本ソフトウェア開発者なんですけれども、今回 M5 スタックを作りました。どんなものを作ったかっていうと、ケアコパイロットっていうものを作りました。どんなものかっていうとこんな感じですね。転倒検知とか温度検知とか、あとはレーザーセンシング使って、例えばベッドから転げ落ちたりとか、おじいちゃんとかおばあちゃんの人とかに LINE で通知が来って GPS 現在の位置情報とかを出すみたいな。で一定の範囲外になると GPS の範囲外やって、もしかしたらちょっと間違って迷っちゃってるかもしれないから、それを定期的に連絡するようなシステムを作っていました。ちなみにですね、この YouTube 動画は実際動いてる YouTube 動画はこちらの QR から読めます。あともう一つですね、これだけでは足らないかなと思って、うちの可愛い犬にですねGPS のこう巾着袋、お守り袋みたいなのを作ってね、こけたらLINE が連絡来るみたいな。で GPS で一定の距離行くとなんというか離れてくるみたいなものも作りました。こんだけ作ったら3箇所ぐらいもらっていいやろと思って、でそういえば深センって M5 スタックあったなと実は思いまして、 M5 スタックいけたらいいな、無理やろな、会社やしなと思ったら、意外とあっさりといいよ見学していいよみたいな感じでスケジュールとあと生き方まで教えてくれたと。なので今回ですね、旅の実は土日月金曜日の夜に来て土日月で行ってたから、土日はさすがに会社空いてないんで、月曜日の飛行機が来るまでにギリギリで見学をすることができました。でさっきですね記憶レスさんおっしゃってますけど、ギリギリ間に合ったって言った理由はそれが理由です。ギリのギリまで M5 スタック見学してたんですねそれ置いといて結構遠いんですよ。イメージとしてはそうですね、福岡から北九州ぐらいの距離がありますはい、同じ新生市も広いんで、実際あれ県ですね、市じゃなくて、で実際行ってみたらこんな感じです。 M5 スタックの会社ここかな、多分ここかなこっちか、こっちですね。こんな会社の社屋があって、ちゃんとですね
Wi-Fi とかゲスト Wi-Fi より準備されてるんですね。めっちゃ綺麗でした。でどんなの案内してもらえるのかな、まあやっぱりなんか今までのその展示用室かなと思ったら、なんとですね製作工場まで案内してもらいましたはい。で実際どんなものを作ってて、こういう風なロット数で管理していると、そんなところまで見せてもらいました。ちなみにですねまだ世間に出てないものを見せてもらいました。ただし写真は撮らないでねはさすがに言われましたはいすごく面白かったですね。で実際にですね今までメモリーってちょっとこれ小さくて見えないと思うんですけど、今までですね訪れた人と一緒にチェキ取ってるらしくて、それも写真撮ってもらったりとか、あとは M5 スタックこんなプロダクトやってるよとかで、これ何かっていうとですね M5 スタック毎週プロダクトを新しいプロダクト製品リリースするっていうのを目標にしてるらしくて、はい、これですねよーく後で見たら分かるんですけど、これ2週間1週間に1回か2週間に1回、もしかしたら1週間に2つぐらいプロダクトを新しく作ってるんですね。それを今まで並べたものになります。これぐらい速いスピードでプロダクトを作っていると。でさらにですねこういうふうにですねジミーさんと、これ社長のジミーさんです。で今回ご案内していただいた村谷さんですけれども、あとは沖田さんと清クレスさんと、あと僕がいるんですけど、僕はここで写真撮ってますね。はい、でこんな感じでお話しさせていただいて、分かります？これエアコンの調節システム M5 スタックで作るんですよ、各館内の。あとはなんかカラオケが好きらしくて、ジミーさんとか社内カラオケやってるらしくて、それも M5 作ってるんですね。でこんなオリジナルのものを作れるのってびっくりして、これどうやったら作れますか、もしかして僕らも注文できますかって、できますよと、1000個単位からオリジナルプロダクト作れますよと、なるほど1000個か頑張るかみたいなね、そんな感じになったんですけれども、その中でですね、ちょっとこれまとめにも入っちゃうんですけれども、なんでこんなにオープンにしてくれるのっていうのが、やっぱりそのですねアメリカとかと違って中国ってちょっとクローズドな感じというか、その販路が限られてるんですね。じゃあその販路を突破するためにはどうしたらいいかっていうと、バイラル、口づてとかの評判とか SNS とかを使って広げるのがいいと。なるほど、だからコミュニティを積極的に使ってんのねと。でわざとオープンソースにしてんのねと、評判になるように。でそこで小さい企業とかがいっぱい入っていくっていう形になってるんですね。であともう一つはですね、さっき清クレスさんのやつもあったように、コンデンサーとかめっちゃ簡単にパッて買えるんですよ、卸の市場で。そうすると例えば日本とかだったらいちいちスイッチサイエンスとか秋月電子とか、アメリカだったらもっと難しいですよね、多分なんというか企業に経由してみたいな、そんなことをせずにいきなりバーッとファーチャンウェイに行って物を作れるんですよね。すぐ形にできる環境が整ってるんですよ。だからこそそういう風な新しい M5 スタックのような新興企業が出てくると。であともう一つはさっきの電気自動車もそうですけど、もともと社会実験に全体的にオープンなんですよね。日本だったら法律の壁がとか個人の人権の壁がとかいろいろあるんですけれども、良くも悪くもなんだかやれっつったら OK みたいな感じで通っちゃうんですよ、中国。だから例えば新しいものを作って実験してみたいという時にこんな簡単にできるんですね。あとはここに分かりますかね、これ何かっていうとファーチャンエで撮った写真なんですけど、これドローンの部品屋なんですよ。モーター1個から自分で買えます、ドローンの。これ日本じゃなかなかないっすよね。今だったら DJI とかをばらして自分で作るかというと、それも一個一個高いからなみたいな感じで750円でモーター買いました。はい、それぐらい簡単に買えるんですね。であとだからそういう風なものを考えると、新しく斬新な技術、特に IoT ですよね。もうクラウドとかは分からないです。 AI とかはちょっと分かんないです。そこまでちょっと今回見学できなかった。でもこういうふうにファーチャンエとかでパッて作って物できて、しかも社会実験も簡単にできて、で企業としてオープンソースとかコミュニティがみんなしっかり行き届いている深センだったら IoT 系は欧米よりも中国から来るんじゃないかなと、アジアっていう地域的な意味でも、と思いますね。で皆さんですね、やっぱり中国に怖いって思うイメージ持ってると思うんですけど、とにかく一度行ってみてほしいです。行ってみてから考えたらいいと思います。それがいいか悪いか、その怖いか怖くないかは、僕はやっぱりその3泊4日しか行ってないんで、それは確信持てませんけど、ご自身で行ってみて、街が果たして本当に脅威なのか、それとも自分のメリットとして新しいものを習得するべきものなのか、そういったものは一度行ってみてから考えられるのがやっぱりいいと思います。ただがんじがらめに一時情報じゃないものを知って、いや怖いから行かないよじゃなくて、まずは行ってみて考えた方がいいです。はい、こういうふうにですね M5 スタックでもこうやってみんなで写真撮ってもらいました。でもしも見学されたいからですね M5 スタックの紹介します。はい、もし見たい方ですね、最新の情報を見たい方はぜひ一言いただければと思います。ちなみにですね、ジミーさんからもこういうふうにコメントをいただきました。皆さんこんにちは、ジミーです。今日は福岡で M5 の集まりがあるんですね。ちょっと違うかもまあいいでしょう。それで2年前に福岡を訪れましたが、本当に美しい心安らく街でしたと。イベント主催者の皆様、そしてご参加いただいた M5 ユーザーの皆様に感謝申し上げます。普通こんな社長もらえませんよ、こんなイベントにコメント。
こんなコメントまでくれるぐらいやっぱり M5 スタックってコミュニティにオープンなんですよね。オープンソースもめちゃくちゃ積極的なんで、いつか機会があればぜひ深川で皆さんに直接お会いできることを願っています。頑張ってくださいと、こういうことまでいただけるので、ぜひですね一度中国のオープンソースコミュニティについて一度思いを馳せてみて、もしもなんとかこの後懇親会とかあるのでなんか話とかできればと思っています。ここで発表は以上です。ありがとうございました。はい、はい、今質問とか来てますかね、 YouTube とか。大丈夫そう？大丈夫そう。大丈夫。よし。じゃあここからはトークセッションということでね、ほぼ予定通り15分間はい、中国 IT の未来はどう形作られるのか、ちょっとですねキオクレスさんご要望でこういうふうにチャット GPT で作らせていただきました。でですね、皆さん会場の皆さんからも質問いただいたりとか、YouTube の方でもコメントを質問していただければと思うんですけれども、はい、今からちょっと3人でちょっと10分ぐらいの軽くトークセッションをさせていただければと思います。もう一個マイクはあそこにあります。はい、あっちにありますね。あります？よいしょ。あ、ここにあった。ここにあった。ごめんなさい。はい。じゃあ2本でですね、ちょっとお二方からまずはちょっとゆっくりここら辺に座っていただいて結構ですよ。これ画面しか映ってないんでどこに座っても大丈夫です。ちょっと徹子の部屋みたいな感じでやった方がいいですかね。YouTube の規約的に僕は歌えない。このスライドだけが映ってる感じですかね。はい。僕全然自己紹介をしてなかったんですけども、実はもう中国渡航歴50回です。深センには2010年から多分通算30回ぐらいは訪問しております。でコロナ前まではそれこそファーチャンベイで、スマートフォンのですねケースとかそういった関連商品を、個人輸入をして、Amazon で販売しておりました。でもう本当に2010年ぐらいから iPhone4 とか iPhone3S のパーツを自分で個人輸入して修理とかをですねやっておりました。はい、そういった経歴がありまして、中国全然怖い思いしたことは一回もないです。はい、ただ食事はやっぱり当たり外れがあるので、はい、もうこれは海外行ったらもうこれはこういうもんだと思ってはい、諦めてます。はい、どうですか、初めて中国深センに行った感想いかがですか？いや、僕は沖田さんいなかったら積んでましたねもう何から何までお世話してもらったので、なんというか社会不適合者にはやっぱりちゃんと作っていただける方が必要だなと思いました。なのでそういう意味では沖田さんすごい信頼できるので、ここありがとうございます。はい、呼べる環境であったら皆さん積極的に連れて行きましょう連れて行きます。はい、そうですね、もう合わせてちょっと沖田さんに、僕も正直初めてだったんですけど、はい、すごく思ったんですけど、その歴史を見ててすごい急激に深セン発展してるじゃないですか。そうですね。特になんでそんな急激に発展したんだと思います？やっぱり社会主義国なので、例えば民主主義の国だと、議会が承認して、それまで議論があったりして議会が承認して法律が制定されてみたいにすごく時間がかかるんですけども、中国はもう基本的に学者の人が集まって法律であったりとか方針とかを決めるので、とても決めるのが早いです。なので逆に急に方針が出て、もう明日からこれやるのを1ヶ月後締め切りみたいなのがしょっちゅうあります。で社会的文化としてそういうふうに何か突然課題が出るっていうのはよくあるらしくて、学校の宿題が突然大量に出るっていうのが日常茶飯事らしいです。はい、そういう土壌らしいです。はい、例えば、今アップルがもう例えば、AirPods Pro とか Apple Watch とか発表するともう今日から予約開始しますとかってやってますけど、日本の企業はもう大体発表しても発売は来月って言うじゃないですか。そういう文化なんですよ。実はアップルの発表会9月10日に、同じ日にキヤノンの IXI の新製品が発表されたんですけども、結局それも発売は10月からなんですよね。でもそういうふうに、アップルであったり中国がやっぱりですねものづくりが早いのはやっぱりさっきのフォックスコンの影響が大きいですね。もうプレステとかもねフォックスコンで作ってますし、大体電化製品でメイドインチャイナって書いてあるのも大概フォックスコンが作ってます。こういう商品を作りたいって言った場合にもう工場のラインができるまでも3週間あればできるそうです。人もすぐ集まります。
日本でそれをやろうと思うとやっぱり半年ぐらいはかかるそうです。そういったですね社会的背景だったりとか、もう中国のですね、文化風習も影響してるんじゃないかなというふうに思います。なるほど、ありがとうございます。マイク一本取れた。新しいマイクが取れた。いや、うまくいけるかなと思ったんですけど、ありがとうございます。僕左にいるんで左に座った方がいいです。そうですね。ありがとうございます。揃いましょう。じゃあ俺真ん中。さっき AI でほうれい線を消してというふうにお願いしました。ですね。そうですね。じゃあ沖田さんにお伺いしたんで、次はキヨクレスさんにお伺いしたいんですけども、キヨクレスさんは僕や沖田さんと違って結構低レイヤーなところの担当だったと思うんですけれども、そういう低レイヤーなエンジニアに向けて組み込みのファーチャンウェイですかね、あれはどういう魅力があるか、もう一回教えていただけませんか？はい、そうだな、秋葉よりでかくて秋葉よりニッチで、なんか秋葉よりちょっと明るいのにちょっとグレーなとこもあって、すごいその辺がちょっと昔のアングラ感のある市場といいますか、辺すごい魅力的でしたね。僕最初は本当にエミュレーターを作る予定は全くなかったんですよ。なのでよくわかんない USB でQR コードとかバーコードを普通のお店とかで売ってるバーコードを読めるやつとかをセンサー買ってキャッキャキャッキャしてたんですけどそうじゃなくて、なんかこう途中でふとこれやりたいなと思った時にパッとこう物を準備できたり買ったりとかできる環境、すごいそれがこう集約され1個の建物に集約されてたりとか、集約された建物が何個もあったりとか、やっぱりそういうところがすごい魅力的だなと思いました。あれ実は別のところにすぐ近くに倉庫があって、そこに取りに行くので1時間以内で取れる、持ってこれるっていうのと、あと同じパーツを持ってるお店とかあったりするので、割と融通し合ったりはしてます。はい、僕倉庫1回見に行ったことがあります。本当ですか？はい。そうなんですか？はい。行ったことがあります。はい。すごいですね。いや本当あそこ行くと自分で店出したいなって思いますもんね。本当あんな広さでいいんだみたいな、家賃いくらなんだろうとかって思いますもんね。はいですね。じゃあ最後にお二人に一個ずつちなみに会場から何か質問とかございますか？ぜひいただければと思うんですけど、せっかくだから。タピオカミルクティーは美味しかったです。はい。意外と安いですよね。あとセブンイレブンは食い散らかしてました。そうですね。イートインスペースは食い散らかしてました。ですね。デフォです。はい。向こうだとね、掃除のおばちゃんというか片付ける役がいるらしくてね。そうなんですよ。フードコートとか行っても片付ける人が回ってくるので、自分では基本的には片付けないです。はい。返却口というものはないです。はい。ですね。ありがとうございます。では最後にですね、お二人に僕も聞きたかったんですけど、沖田さん何回も見られてる深センの方だから、今後どういうふうに深セン発展していくんじゃないかなってイメージをお伺いしたい。であとキヨクレスさんは逆に深セン行って逆に日本良かったなと日本でじゃあ日本人として組み込みのエンジニアとしてどういうふうに立ち位置で深センとか使えればいいなと思うのかをお伺いできればと思います。まずはちょっと沖田さんからお願いします。はい。いろいろですねスライド作るにあたって調べていたのは、要は中国のシリコンバレーが深センというふうに言われていると思うんですけども、本当のアメリカのシリコンバレーに行くとあっちはソフトウェア開発とか設計がメインなので、何々の本社だ、やった、記念撮影カシャって撮って終わりで、見るものが実はないんですよね。社屋とカンパニーストアしか行くところがないんですけども、やっぱり深センはですね、パーツ売ってる、 QR コードでレストランでもうバラバラで注文できる、なんならアリペイのアプリに翻訳機能がついて日本語出るみたいにですね、本当に IT の、もう本当未来が実感できる街です。で今後はおそらく、コロナ禍で発展したんですけども、無人の配達のものだったりとか無人の車、輸送施設ですね、そういうものがどんどん進んでいくと思います。実際に北京でオリンピックがあった時も高速鉄道を無人で輸送しようっていう実験もやってましたので、そういうものがですね今後進んでいくんだと思いますし、そういうものが中国以外の国にも、今後入ってくるんではないかと思っております。ありがとうございます。じゃあキヨクレスさんのお願いします。はい、そうですね、日本に帰ってよかったところ、これちょっとトレードオフだなって思ったんですけど、
とりあえず電動バイクで走ってなくて引かれない感じがすごい良かったんですよね。だけどそれってそういう物流周りの問題とかとトレードオフだと思っていて、深センは物流の方をかなり優先していて、逆に日本はその安全の方を優先しているみたいなところがあって、そこがスピード感の違いとして現れているのかなとまず、思いました。で、そうだな、その次にこれはちょっと微妙、個人的にどっちなんだろうとは思いはあるんですけど、その WeChat とかアリペイとかでプラットフォームを自社で持ってあれこれしてるのはすごい多分メリットだなと思っていて、自国側でその辺のあれを管理していると、例えばクレジットカードの決済手数料とかが海外に流れるみたいな、そういう話もちょっと少ないのかなと思っていて、そういうところとかで、お金をこうなんですかね、内側で貯めていってあれこれできてるっていうのはすごい偉いところだなと思っています。それ以外にもそういうところだったり、ハードウェアの部分、そういうソフトウェアのプラットフォームや、ハードウェアのプラットフォームを、自分たちで握っているっていうのはすごい強い証拠だなと思っていて、その辺もちゃんと僕らは見習わないといけないのかなと思っております。以上です。はい、ありがとうございました。では最後に会場から改めてもうコンテンツとしてはこれなんですけど、何か質問とかあれば、ちょうどねほぼ予定通り5分ぐらいで終わってるんではい、いやもう個人的にはディズニーランドとか USJ 行くよりも深センに行く方がすごいもうドキドキワクワクしますけどね、はい、どうですかね。ですね、香港にはディズニーランドありましたね。ありましたね、香港はね、はいはい、ディズニーランド行きたい方は香港行っていただいて、一番ちっちゃいディズニーランドがあったって、はい、スルーしましたけど今回ですね、はい、では会場は特にじゃあはいこちらのマイクお願いします。はい、もちろんです。はじめまして、よろしくお願いします。いろいろお話ありがとうございます。未来こういうふうになるんだろうっていう話は分かりましたと。で逆に言うとなんていうんでしょうね、セキュリティですとか犯罪、例えばその事故とかそういったところがなんか懸念されるみたいなところって、そういった未来都市のところから見える部分ってなんかあったんですかね。犯罪は確実に減ってます。はい、やっぱりもう街中に監視カメラもありますし、車も電子取り締まりっていうのをやってまして、各交差点にカメラがついていて、もうナンバーを記録して赤信号で行った車とかはもう電子的に取り締まりをします。日本では法律的に警察官の方は目視をしないと取り締まりできないんですけども、中国は目視じゃなくても取り締まりができるという仕組みになってますので、逆にマナーはめちゃくちゃ良くなってます。はい、なので本当怖い思いしたことは一度もないですし、もう入国管理局はもう何百台カメラついてるんだろうというぐらいすっごいいっぱいついてます。はい、例えばフェイスニュースとかそういった一般の大衆の方たちがなんか惑わされるみたいな情報操作みたいなのってあったりするんですか。それはほとんど聞いたことないですね。中国では携帯電話の番号が今通話の方なんですけども、もう電話番号と ID カードが紐付けになっているので、もう電話番号を持っている時点で個人情報がもう国にもう特定されるという状態になってます。なのでなりすまし電話というのは中国からも一切かけれないです。はい、そういうふうにもなっています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあはいお願いします。羽織らないようにだけなんかすごいめっちゃ取るっぽいです。頑張ります頑張ってください最後工場行かれたのってテリスケさんと清久さんのお二人だけなんですか。僕も行きました。3人とも行かれます、はい、一番面白そうだったプロダクトって何があったんかなってちょっと思って、そもそもどういうの何を作られてて何がおもろそうだったかなっていうのは普通に気になりました。いっぱいありましたよね。いや一番面白そうだったやつはちょっと写真撮れなかったやつで、ちょっと禁止事項だったっていうかあれがあったんですよね。喋れないやつ。ちょっと言える範囲ではないので、ちょっとこれ、はい、懇親会とかで言え範囲のものなんだろう。僕は個人的にコンピューターミュージックとかやってたので、それにつなげる右のインターフェースの機械があって、ただそこで詳しくないんでよく分かりませんって言われて、うわもうちょっと知りたかったなっていう、なんか照明とかのコントロールがね右でできるので、そういうのをプログラミングして、できるっていうのが、そういったプロダクトもありました。僕はあれだな、iPhone とかの
iPhone 同士とかの距離とかを測れるなんかウルトラバンドなんちゃらかんちゃらみたいな確か技術があるんですけど、その辺をなんか内蔵してるやつがあって、これ外からでもこれできる、外というかアップル以外でもこういうの使える UWB をAndroid でもあるんですけど、そういうビーコンとかあったりとか、そういうのがすごい面白いなと思いました。ね、日本の行政機関に納品してるものとかもねありましたもんね。ありましたね。某有名メーカーに納品してるやつとかもねありましたね。はい、行った人だけが分かるっていう、行った人だけが分かります。テリスケさんあります？僕ですか？そうですよ。テリスケさんの感想ももうちょっと聞きたいですね。僕は、日本で発売してないそもそも衝撃を受けたのが M5 スタックのスタックっていうのが積み重ねるっていう意味でそういう風な構造でなってるんだっていうのが一つ。そうですね。あれはちょっとビビったし、あとどれとは言わないですけど展示しているものが何個かデモのものがあって、そのうちの一つがですね、なんかもう M5 スタックの原型整ってない水道の量計メーターとかそういったものまで M5 スタックなんか水道量とかありましたよね。そういったものまで M5 スタックで作れちゃうっていうなんか拡張性の広さが驚きましたね。であともう一つ多分これは言っていいでしょう。最近めっちゃ採用強化してるらしくて、何やってるかっていうとAI とかそっち側組み込みたいって言ってますね。エッジセンシング側にM5 スタック持っていきたいって言ってて、でこれも写真撮れなかったんですけど、ソフトウェアエンジニアの人が横のなんか画面をですねこう横に縦型にするのかな、縦型にして AI でちゃんとコードを打ってるのがやっぱどの国もこれからは AI 駆動開発なんだなと強く思いましたかね。そんな感じです。はい、ありがとうございました。はい、では、ちょうどいい時間になりましたので、YouTube ライブの方はねこちらで終わらせさせていただきたいと思います。この後ですね3時までちゃんとこちら会場を取っておりますので、この後言えなかったあれこれ YouTube には載せれなかったあれこれなど現地の方ではお話しさせていただきます。ちなみに YouTube ライブの質問は大丈夫そうですか？ないですね。わかりました。ではYouTube ライブはこちらにて失礼させていただきたいと思います。本日はご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。